ちは、お手紙やぎです。今日は少し前に編み物 YouTuber の羊ぐまちゃんが開催宣言した植物染めカルにいよいよ参加する準備が整ったので、カルに向けて今まで染めた糸のお話や、カルのために購入したものの紹介や、編もうと思っているパターンのことなどおしゃべりしようと思います。最後まで見てくださったら嬉しいです。それでは始めましょう。はい。ではまず植物染めカルに使おうと思っている今までに染めた糸を見ていただきたいなと思うんですが、その前に少しだけ草木染めにハマったきっかけについてお話ししたいと思うので、ちょっとだけお付き合いいただけたら嬉しいです。私が草木染めを始めたのは去年の9月頃にインスタグラムで開催されていたカルがきっかけで、ソーラーダイという太陽の熱を利用して火を使わず糸を染めるという方法で初めて草木染めに挑戦しました。残念ながらそれで染めた毛糸はあまりはっきりした色に染まらなかったんですよ。でも逆にそれがきっかけで火にかけて染める方法に今度は興味が湧いてきて、涼しくなってからは近所に生えている雑草を摘んできては鍋で煮出して染めていました。はい。ということで前置きが長くなっちゃいましたが、そんな風にして染めていった毛糸たち紹介していきたいと思います。まず一番多いのが黄色系で、この6つです。染料にした植物は左側からこれが赤座、そしてこれがノイバラ、そしてこれがみかんの皮、そしてこれが杉菜、そしてこれがフェンネルで、最後のこれが板取りで染めた毛糸です。どうでしょうか。同じ黄色系でも結構色味違うのが分かりますよね。こんな感じに黄色系は染まりました。そして緑色も結構いろんな染料で染まっていて、この6つがそうです。左からこれがもみじ、そしてこれがまさき、でこれがハマヒサカキという植物で、これがネズミモチという植物の実で染めたもので、これがよもぎで染めたもので、一番最後のこの小さい枷は板取りの生葉で染めたものです。これはソーラーダイで染めたあまり染まらなかった糸に重ね染めして染めたものです。緑色も結構いろんな色味に染まって面白いかなと思います。こんな感じです。そしてグレー系は2つあって、これは両方青つづらふじという植物の実で染めたもので、こっちが最初に染めて、残った染液でこちらを染めました。ちょっと青みがかったブルーグレーぐらいの色味に染まりました。そして茶色系が1つあって、もみじで染めたものなんですけど、さっき緑色系に染まっている中にももみじで染めたものがあったんですけど、こちらは少しやり方を変えていて、これはpHを酸性に傾けて染めています。そうするとこんな茶色になりました。
そしてオレンジ色が一つあって、これはアメリカセンダングサという植物で染めたものです。アメリカセンダングサは結構身近に生えている植物で、くっつき虫って呼ばれている、結構見かけると思うので、どこかで見たことがあると思いますが、こんなに綺麗なオレンジ色に染まります。そしてこの何とも言えない色味の薄い小豆色っぽい感じの色に染まっているのがシャリンバイという草木の、実で染めたものになります。こんな感じで、これを染めた時は染料の実を一緒に一晩漬け込んでいたら、こんな感じでグレーっぽい色味の村染めみたいなのが入りました。ソックヤーンが今紹介したもので全部になるんですが、同じ染料でシルクモヘアもいろいろ染めてみていて、これはまとめてお見せしますね。シルクモヘアだとこんな感じです。同じ染料でもソックヤーンと比べると少しだけ色味が違った感じに染まります。例えばもみじだとこんな感じ。ペーハーを酸性に傾けて染めたやつだとこんな感じ。他にはマサキという植物で染めたものだとこんな感じで、ソックヤーンではややぼんやりした緑色なんですが、シルクモヘアだと結構緑の色味がクリアな感じになりました。シルクモヘアの方が生地糸の元々の色がソックヤーンより白いせいか、染めた色も冴えた感じになる気がします。ちなみにこちらはシャリンバイなんですけど、これだけソックヤーンとだいぶ色味が違うのは、シルクモヘアの時は染料を細かく刻んだことで色素がたくさん抽出できたから、こんな感じに濃い色味に出すことができたんだと思います。こんな風に身近にある草木だけでもいろんな色に染められて、また染料の量とか pH の調整とか、同じ植物でも摘んでくる時期を変えたりだとかでまた色味が変化するのが草木染めの面白いところです。私もなんですけど、最近毛糸の手染め楽しむ人増えてきているように思います。でも草木染めはめんどくさそうで、もしかしたらハードルが高く感じている人もいるのかなって思ったりするんですが、意外と手近な道具でできるので、羊熊ちゃんのカルを通じて草木染めの楽しさがいろんな方に届けられたらいいなと思っています。そして最後にもう一つ染めた糸の紹介をしたいと思うんですが、つい最近初めて試した方法で染めた糸です。それがこちらのタデアイの生葉染めで染めた青い糸です。こちらもソックヤーンとシルクモヘアの2種類を染めてみました。こんな感じです。4月に種まきしてベランダでタデアイを育てていたんですが、7月の初め頃にだいぶ葉っぱが成長してきたので、刈り取ったばかりの葉っぱを使って染めてみました。でも量が 100g のカセモを染めるには少し足りないくらいしか取れなかったんですね。なのでどうしようかなと思ったんですけど、ソックヤーンとシルクモヘア両方染めたかったので足りないかなと思いながらも一緒に染めてしまいましたが、意外とちゃんと染まってくれました。こんなウォッシュデニムっぽい色ですごい爽やかな青い色です。染液に浸している段階から空気に触れた部分がどんどん青くなるので、すごく工程が楽しかったです。そして火も薬品も基本使わずにできるので、お子さんと一緒に楽しめるやり方だと思います。
あらかじめ春頃からタデアイを育てておかないとなんですけど、夏休みの自由研究とかにもいいんじゃないかなと思いました。そして最後に、今年もソーラーダイにトライしました。それがこちらという感じに瓶に使っているところをお見せしたかったんですが、3日くらいで腐敗が発生してきてしまったので、もう引き上げてしまいました。それがこちらになるんですけど、シルクモヘア 100g のカセオ、キウイの皮を乾燥させたものを染料に使ってみました。毎日朝ごはんに食べるので、ちりつもでたくさん溜まっていくのを有効活用してみたんですけど、私の中ではピンク系に染まる予定だったんですけど、ちょっと黄色っぽくなっちゃいました。しかもたった3日で引き上げてしまったので、色も全然薄いです。なのでこれは重ね染めしようと思います。あと今ソーラーダイに使っている瓶がこの100均で購入した保存用の瓶なんですけど、一応こういうゴムパッキンみたいなのはついてるんだけど、密閉性がそんな良くないのですぐ腐敗しちゃうのかなと思いました。もうちょっといいやつにした方がいいのかな。はい、では次の話題は植物染めカルのために今回購入したものがあるので、購入品紹介をしたいと思います。まずはこちら、ノロヤーンのシルクガーデンソックソロ。素材はウール 40%、シルク 25%、ナイロン 25%、モヘア 10% で、糸長は 100g の 300m なので、アイブトくらい。海外の呼び方だとスポーツくらいの太さの糸ですね。色番号は T81 と T87 を選びました。シングルぐらいで太さに揺らぎがあります。ノロならではの人の手の温かみを感じる糸なんですけど、それぞれ4玉ずつ購入しました。そしてこの糸で編みたいものはもう決まっていまして、この次の編む予定のパターンのお話のところでどのパターンに使うかお話ししたいと思います。このシルクガーデンソックソロは以前に色違いで T82 番のピンク系を購入したことがありまして、この糸はベースのカラーの中に細かくいろんな色が入り混じっていて、その色の深みがすごく気に入って、他の色番も実物が見てみたいなとずっと思っていたものです。T81 はパープル系のベースカラーで、T87 の方はブラック系のベースカラーです。こんな感じ。この2つの色もすっごく素敵で、早速編むのが楽しみになっています。はい。そしてもう一つ手染め用品で購入したものがありまして、これは金の羊というお店で2つアイテムを買ってみました。それがこちらなんですが、まず1つが鉄媒染液です。これは草木染めの時、毛糸に色素がよく入っていくようにする媒染という工程がありまして、その時に使うものなんですけど、今まで私は明板というものしか使ってなかったんですね。でも今回は少し暗い色を染めたいと思っていて、それで鉄媒染の方が暗い色味に染まりやすいので、初めて使ってみようと思って購入しました。そしてもう一つのアイテムがこちらのログウッドという染料です。私の今までの草木染めだとどんな色に染まるかわからないのを楽しむ感じだったんですけど、今回は染めたい色味が先にありまして、それで初めて染めたい色に染まる染料を購入してみました。このログウッドは羊熊ちゃんが使っていたと思うので、取り掛かる前にちょっと動画見させてもらってお勉強したいと思います。はい、こんな感じで植物染めカルのために毛糸と染めのアイテムを購入してみました。
では、次の話題は植物染め狩る用に編もうと思っているパターンをご紹介したいと思います。今のところ3つのパターンでウェアを編もうと思っています。まず1つ目がフチニットさんのデザインのテラッツォセーターです。こちらは去年自分用に1着編んだんですが、今回プレゼント用と自分用の色違い2着編みたいなって思っています。で、使う糸は先ほど購入品紹介をしたシルクガーデンソックソロを使う予定です。この糸が指定糸になっていて、去年編んだものは色味もサンプルと全く同じで編みました。今回このパターンをおかわりしようと思ったのにはちょっとしたエピソードがありまして、1着目は年末年始に実家に帰った時に編みかけを持って行っていて、帰省している間に完成させたんですが、私には姉がいまして、私より少し身長が低くて10センチくらい違うので、どんな感じになるか見てみたくて、ちょっと姉に着せてみたんですよね。そしたら思いのほか気に入ってくれたみたいで、それはすごい嬉しかったんですけど、着心地良すぎたみたいで、そのままゴロ寝し始めちゃって、完成したばかりでまだ水通しもしてなかったので、毛玉になるのが気になりすぎちゃって、自分から着せたのに、ちょっと着るなら着替えてよとか言っちゃって、小言を言ってしまったので、せっかく気に入ってくれたのに心が狭いことを言っちゃったなぁと反省してたんですよ。なので姉の誕生日にプレゼントしようと思って編むことにしたというわけです。ちなみにこのパターンの指定ではシルクモヘアとの引き揃えなんですけど、シルクモヘアの方はうちに生地糸がたくさんあるので、それをログウッドで染めようと思っていて、なのでカル参加用としてご紹介してみました。そして編もうと思っているパターンの2つ目が広瀬みどりさんのデザインのパウルクレイセーターです。草木染めをし始めてからこのパターンが編めるくらいの色数染めたいなと思って目標にしてたパターンなんですが、ようやく色数が集まってきたので、配色とか考えるのも今からとても楽しみにしています。なんですが、このパターンは私はメインカラーをグレーにしたくて、でも染めたい人たちはメインカラーにできるくらいの量あるのが黄色しかないんですよね。なのでメインカラーはこれから新たに染めたいと思っているんですが、グレー系の色味に染める方法をいろいろ検討した結果、うちにあるストックの染料を使うんだったら媒染を鉄媒染にした方がいいかなということで、さっき紹介した鉄媒染液を購入したというわけです。そして編もうと思っているパターンの最後の3つ目がウドで読み方が合っているかわからないんですが、 UDO という綴りなのでここではウドと呼ぶことにします。このプルオーバーのパターンを編みたいと思っています。こちらはラベリーで入手できるパターンで、アルファベットの UDO で検索すると出てきます。こちらはもともとお気に入りに入れてて、いつか編みたいなと思っていたパターンなんですが、さっきお話ししたパウルクレイセーターはメインカラーをグレーにしたいということで、糸を染めるところからのスタートになってしまうので、すぐにキャストオンできるプロジェクトも欲しくて、メインカラーが黄色で編めるものを何かないかなと探して、ちょうどこのウドがサンプルの色味が私が染めた糸でマッチしそうだったので、この機会に編んでみることにしました。メインカラーがこの辺の黄色のソックヤーンを使って、コントラストカラーがこのオレンジと緑、カーキっぽいこの2色で、ちょうどサンプルの色に近いものが作れそうかなと思います。ということで合計ウェア3着。なかなかの欲張り計画になってしまいました。カルの期間中にどこまでできるかわかりませんが、もりもり編んでいきたいと思います。はい。ということで、今回の動画では羊ぐまちゃん企画植物染めカルの参加にあたって計画していることなどをいろいろお話ししてみました。カルに参加している方、
またはこれから参加しようとしている方々の作品、インスタでいろいろ見れるかなと楽しみにしています。そして参加者さんと何かしら交流もできたら嬉しいなと思うので、よかったら声かけてみてください。この動画楽しんでいただけてたら嬉しいです。よかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。また、インスタグラムやラベリーでも植物染めカルの完成品など投稿していく予定なので、よかったらそちらも見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。